信じられない映像が入ったぜ。ここは湖じゃない。冠水したゴルフ場だ。クラブハウスの周りまで水だらけね。一体何が起きたのよ。信じられないわ。数週間前、住宅前の黄色い防潮壁へ撤去か退去かという通知が出たそうだぜ。規則違反かどうかより先に水がどこへ流れるのか調べる場面でしょ。普通ならね。ただし通知の話は当事者の申告だ。原本や第三者報道の裏付けは未確認だぜ。通知が出たことと壁が本当に撤去されたこともきちんと分ける必要があるわ。確認済みなのは2017年9月10日にイルマがフロリダを北上した事実だ。米国立ハリケーンセンターは同日2度の上陸と広範な洪水被害を記録したぜ。でも豪雨が来た後に水が溢れた。それだけで一本の壁が原因とは言えないよね。その通り。撤去記録、排水設計図、標高、降雨量を照合して初めて検証になる。派手な因果応報に飛びつく前に証拠の強さを3段階で見るってことね。冷静にね。公的記録は確認済み、当事者ページは申告、壁と冠水の因果は未確認だぜ。この3つを混ぜた瞬間、規則の狂気より先に語り手の造作が露呈するぜ。舞台とされるのはフロリダ州エイボンパークのクリスタルレイククラブだ。当事者の公開ページには以前から住宅区画と周辺に排水問題があったとあるわ。だがそれも単一の当事者ページに載る主張で、第三者の確認とは別物だぜ。施設が実在することとその人が語る原因まで正しいことも同じじゃないよね。水管理地区の古い公式資料にはクラブ名と水利用主体の記載が残っている。それは施設の存在を補うだけで撤去命令の主体や排水責任は証明しないぜ。これは飾りじゃない。水が玄関へ来るのを止めるためここへ置いた壁なんだ。規則上このイルと接し方法は認められない。一手にして話し合う必要があるわ。今の男女の会話は実際の発言じゃない。争点を抽象化した再現ドラマだぜ。公開ページに黄色い壁の写真があっても設置目的の説明は当事者側のものね。ページによれば最初の通知日は2017年7月31日とされているんだ。そこには撤去または退去を迫る趣旨があったと当事者は記しているぜ。ここで気になるのは誰が通知を出したのかよ。管理組織と管理会社は別でしょ。土地所有者、住宅地の管理会社、管理組織、ゴルフ場のどれかは確定していない。だったら管理組織が撤去させた飛び出しだけで決めるのは危ないじゃん。そうだな。通知の差し出名、契約関係、権限条項を見なければ主体は割れないぜ。私には地区を案内する役目しかない。排水全体の判断は別の担当だと思うわ。その別の担当は誰なんだ。雨が来る前に責任者の名前を紙に書いてくれ。このやりとりも抽象化した再現だ。実在の人物や実際の発言ではないぜ。でも権限が曖昧なまま見た目の規則だけ進む怖さはよく伝わるわ。次の確認点は通知の後に壁が本当に撤去されたかどうかだな。撤去要求と撤去完了は一文字違いに見えて証拠としては大違いだよ。混同は禁物よ。撤去日時、撤去者、運搬先、保管状況を示す記録は今の公開資料では未確認だ。写真の撮影日も連続していなければいつ壁があったかまでは決められないわ。仮に壁がなくなっていても次はその壁が守る範囲と水の出口を調べる番だぜ。家一軒を守る壁がゴルフ場全体の水位まで左右したかは別問題なのね。地形、土壌、排水路、暗渠、貯留地、ポンプ能力まで見なければ判断できない。むしろ壁が水を別の家へ回す可能性だって専門家なら検討するでしょう。だから住民側の壁さえあれば防げたという確信も検証の外には置けないぜ。安全設備を守る話と単一原因へ飛びつかない話は同時に成立するんだ。そして2017年9月10日、ハリケーンイルマがフロリダを通過した。公的報告ではフロリダキーズへカテゴリー4で上陸したと確認されているぜ。同じ日にマルコ島付近へカテゴリー3で再上陸し州を縦断したんだ。西部では10から15インチ、局地的に20インチの雨が予想されていたのね。そうだ、豪雨と洪潮が広い範囲へ被害を出した自然災害は確認済みの事実だぜ。だからこそこの住宅地固有の原因は地域全体の豪雨と分けて調べる必要があるわ。当事者ページはその後住宅地が4から5週間冠水したと主張している。水深は最大およそ2フィートでゴルフ場にも水が残ったという申告だぜ。長く水が残った話は重大だけど現地測量や行政記録の裏付けは未確認なのね。その通り、写真だけでは水深、範囲、継続日数、流入経路を完全には測れない。撤去要求、豪雨、
冠水という順番は語れても、原因の矢印はまだ引けないわ。時系列は調査の入り口だが、因果関係の判決文じゃない。ここを忘れるなだぜ。ここからは、なぜ規則を守った体裁が安全確認を止めるのか分解するぜ。第1段階は、測りやすい違反だ軽視線が吸い寄せられることだな。色、外観、置き場所なら、その場で規則表と照らして丸か×かを決められるわ。一方で洪水リスクは、測量や排水計算がいる。時間も費用もかかるんだ。簡単な違反処理を先に済ませるうち、難しい安全確認が置き去りになるのね。規則は悪くない。測れる項目だけで全部を裁けると思う運用が危ないんだぜ。第2段階は権限の混同だ。関係者が多いほど責任の穴が広がりやすい。管理組織、管理会社、土地所有者、ゴルフ場、自治体の5社がいるものね。複雑だよね。外観は管理側、排水路は所有者、道路は自治体と、境界ごとに担当が割れる。みんな自分の範囲だけ正しくても、水は境界線なんて呼んでくれないわ。全体判断の責任者がいなければ、書類は回っても危険は誰にも止められないぜ。担当外という言葉が5回続いて、結局何もしない結論だけ完成するのね。第3段階は同調圧力だ。前例を作れないという言葉が例外審査を封じる。一件だけ認めたら全個へ説明がいる。その手間を恐れる気持ちはわかるわ。だが公平とは全員を同じ危険へ置くことじゃない。理由を公開して扱うことだ。防災上の暫定例外まで禁止したら、規則が守る生活そのものを壊しかねないよ。一度例外を認めれば、市の申請を断れない。会議ではそう説明するしかないわ。なら期限付きでいい。専門家が安全を確認するまで撤去だけ止めてくれ。第4段階はコミットメントの増大だ。決定後ほど修正が敗北に見えてくる。間違いを認めるより、会議の決定を守る方が心理的に楽になるわけね。追加の危険情報さえ、自分たちの決定を攻撃する材料に見え始めるんだぜ。そこで止まって技術者へ聞く仕組みがなければ、めんこが安全を押し流すわ。ただしこれは一般的な真理の説明で、今回の関係者の内心を断定しないぜ。役員を怪物にするんじゃなく、普通の人が修正できなくなる構造を見るのね。そして住民側にも単一原因化は起こる。両側の主張を反証可能にしてこそ調査だ。結末はゴルフ場が沈んだから管理組織の自業自得。では雑すぎるわ。確認できる結末は、イルマが州を縦断し、広い範囲に洪水被害を出したことだ。そして当事者ページが、この住宅地とゴルフ場の長期冠水を主張していることね。一方で、壁の撤去と冠水を直接つなぐ推理解析は確認できていないぜ。撤去前後の標高図、排水設計図、第三者の現地調査報告も見つかっていない。法的な末路はどうなの？賠償命令や訴訟の判決が出た記録はあるの？確認できない。逮捕、巨額賠償、保証額、役員失脚を語る根拠はないぜ。視聴者が望む痛快な罰を出したら、検証じゃなくて捜索になっちゃうわ。公開情報上は、責任主体も原因も確定しないまま、対立が残った可能性がある。判断根拠を残さないと、災害後には全員が自分に都合のいい記憶を語るのね。ここで確定欄におけるのは、イルマの日付、震度、強さ、広域被害までだ。申告欄には黄色い壁、数値日、最大水深、冠水期間、ゴルフ場の状況を置く。未確認欄は、撤去完了、命令主体、排水責任、直接原因、法的結末ね。この3列があれば、強い映像に感情を奪われても、証拠の位置へ戻れるぜ。時系列は証拠になるけど、それだけで因果関係の証明にはならないよ。そうだな。わからない部分を隠さないことが、この事件から得る最初の教訓だぜ。じゃあ次の会議から使える確認を、生活者の言葉で3つにまとめるわ。覚えてね。1つ目、防潮壁や止水板は、第三者の専門家が見るまで撤去を保留する。土木、水利、排水の専門家へ、設備の効果と周囲への影響を両方聞くんだぜ。2つ目、暫定例外、代替設備、費用負担、設置期限、最新サビを決める。例外を認めるか拒むかの2択をやめれば、安全と公平を同時に扱えるぜ。3つ目、反対意見、技術資料、最終決定者、判断根拠を日時入りで残す。災害後に説明を書き換えられない議事録こそ、住民と役員の両方を守るんだ。さらに5社の担当範囲を、1枚の責任表にして全員で共有するのよ。管理組織、管理会社、土地所有者、ゴルフ場、自治体の窓口を書き分ける。安全上の例外を誰が受け、
誰が調べ、誰が最終判断するかまで決めるわ。規則を守るなら、例外を判断する規則まで作っておけって話だぜ。見た目の違反を見つけた瞬間こそ、危険確認の停止条件を思い出してね。本件の傍聴壁撤去と冠水の因果は確認中で、当事者の申告を事実認定しないぜ。身近な規則が大失敗へ変わる瞬間を見逃したくない人は、登録して次の事件簿も見てね。